はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、フルーツを使ったムースの中でも比較的に簡単に作れるイチゴを使ったムースを作っていきたいと思います。まずは上に飾りで乗せようと思うんですけども、ゼラチン入りのシャンティークリームを作っていきます。まずはゼラチンを水でふやかしたら、砂糖に生クリームを少しだけ加えて、それを混ぜて、で、ふやかしたゼラチンも一緒に加えて、それをレンジなどで加熱して、砂糖とゼラチンを溶かしていきます。残りの冷たいままの生クリームに砂糖とゼラチンが溶けた生クリームを加えて、ゼラチンの塊ができないようにしっかりと混ぜたら、ラップをして冷蔵庫で1回冷やし固めていきます。ではシャンティクリームの飾りを作っていこうと思います。一度冷やし固めたクリームはこんな感じに少し緩めに固まっていますので、これをね、泡立てていきます。今回シャンティクリームをゼラチンで固めた理由なんですけども、普通の通常のシャンティクリームは冷凍できないんですよね。冷凍して解凍すると離水してしまってクリームはねボソボソになっちゃうんですけども、こうやってねゼラチンを加えることでその離水を防いでくれるので、冷凍がねできるようになります。でゼラチンを加えることで泡立ててもボソボソになりにくくなるので、しっかりと角が立つまで泡立てていただいて、それを絞り袋に入れて絞っていきます。紙にセルクルを置いて、セルクルの形をペンでなぞったら、その上にフィルムだったりベーキングシートなどの下が透けるものを敷いて、そこにクリームを絞っていきます。大きさはねまちまちの方が可愛いかなと思います。絞れたらその上にもう1枚のシートをかぶせて、上から少し押さえたらそのまま冷凍して固めていきます。で、型の準備をしていきます。今回はスポンジ生地を底生地として使っていきます。作り方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを参考にしてください。まず全部紙を剥がしたら、そこの焼き色がついた生地を薄く切り取って、それをひっくり返して1センチの厚みにスライスしていきます。今回は4号の12センチのセルクルで作るので、そのセルクルで生地を抜いたら乾燥して縮んでいくのを防ぐためにラップをしてから冷蔵庫で保管しておきます。では、いちごのムース本体をね作っていこうと思います。これもね、まずはゼラチンをふやかしていきます。このゼラチンをふやかすときは水と合わせた直後にしっかりと混ぜて、水に染みていないゼラチンが残っていないようにするっていうのが大事ですね。いちごのピューレを使っていきます。今回はいちご 100% の冷凍ピューレを使っているんですけども、もちろんフレッシュのいちごをミキサーなどで回していただいて、一度裏ごしして種を取り除いたものを使っていただいても全然大丈夫です。ピューレにふやかしたゼラチンを加えて、ゼラチンが溶けるまで温めていきます。今回のムースではピューレに生クリームとイタリアンメレンゲも加えて軽いね口当たりにしていきますので、そのイタリアンメレンゲを作っていこうと思います。まずは卵白だけ軽く泡立てていきます。だいたい1分程度泡立てて、卵白が液体の状態で残っていないようにしていきます。
これで空気を含んでいることで、後で熱いシロップが加わっても卵白に熱が急激に加わりにくくなって、卵だけで固まりにくく、ゆで卵状態になりにくくなります。で、鍋に水と砂糖を加えて加熱をしていきます。シロップの量が少ないので、弱めの中火程度の火で十分かなと思います。で、弱火みたいに火が弱すぎると砂糖がね結晶化して全体が白く固まってしまうので、弱すぎないようにも注意していきます。シロップ全体が沸騰してすぐはサラサラの気泡なんですけども、少し加熱を続けると気泡に粘度が出てきます。で、この熱々の状態のシロップを卵白に加えながら攪拌していきます。で、シロップはボウルの底に溜まりやすいので、ホイッパーをね少し底にすりながら攪拌するといいかなと思います。今回はね全体を倍量で作っているんですけども、特にねイタリアンメレンゲは少量で作るといい状態で作れないので、他のパーツはねレシピ通りに作っていただいてもいいかなと思うんですけども、このイタリアンメレンゲはレシピの倍量、今度動画と一緒の量で作ることをおすすめします。シロップを加えてすぐは熱々の状態なんですけども、それを攪拌し続けるとだんだんと冷めながら硬さも出てきます。で、粗熱が取れてしっかりと泡立ってきたらイタリアンメレンゲの完成です。これで卵白に火が通っている状態ですね。では次は生クリームを泡立てていきます。これはねいつものムースに合わせる時と同じく柔らかめに泡立てていきます。角が立たない程度の柔らかさで泡立てるのを止めていきます。こんな感じですね。で、イタリアンメレンゲを使う量の 70g だけ取り分けたらムースを合わせていきます。で、ピューレは液体で、あとの2つ生クリームと炒めれは空気を含んで軽くなってますよね。比重が極端に違うものを混ぜるときはできるだけ比重を近くしつつ、気泡を逃さないように少ない手数で混ぜ終わるっていうことが必要になります。今回はピューレを生クリームと炒めれにそれぞれに加えて比重を近くしたもの2つを合わせていきます。炒めれにピューレの3分の1、生クリームにピューレの3分の2を加えて、まずはねそれぞれで混ぜ合わせていきます。ピューレの液体がねそこに溜まっていくので、そこから持ち上げるようにそれぞれを混ぜていきます。で、生クリームにいちごの酸が加わると少しね硬くなっていきます。で、これをもし混ぜ続けると分離してしまうので、手数はね必要以上に入れない方がいいです。で、そこからいちごの赤さが出てこなくなればこの2つを合わせていきます。同じ色のものを混ぜるので分かりにくいんですけども、全体を混ぜて質感にムラがなくなったら OK です。で、いちごって赤い色素がねそんなに多いわけではなくて、中が白いいちごってあったりしますよね。で、いちごのムースを作ると赤色がね薄くて色がね微妙な色になることが多々ありますね。ちょっとグレーっぽいような。そういう時は赤色の色素を10倍の水で溶かしたものを1滴ずつ加えて徐々に赤くしながら美味しそうな赤色に調整していってください。で、ムースが完成したのでこれを型に流し込んでいきます。ムースは冷え固まると多少へこむんですけども、炒めれを使ったムースは生クリームだけのムースよりもへこむ度合いが少し大きいので、多少ね多めに流していただいてもいいです。では表面を少し整えたら冷蔵庫で冷やし固めていきます。では仕上げていきますね。ムースをお皿の上に移したら、セルクルをバーナーや熱くしたタオルなどで温めて、セルクルにくっついているムースを少しだけ溶かしてあげてセルクルを外します。
冷凍からシャンティクリームを取り出してムースの上に乗っけていきます。シャンティクリームの上に溶けない粉糖と1対1で混ぜたフリーズドライのクランベリーパウダーを振りかけたら完成です。はい、ではいただきます。溶ける。一瞬で溶けますね。いちごのムースは少し酸味があるんですけども、上のシャンティークリームを合わせることでね、マイルドになってとてもね、いいバランスになっているのかなと思います。美味しかった。ごちそうさまでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバイ。